春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は UI で使えそうな拡縮、スライド、振動、回転、拡散といったマテリアルを作ってみようと思います。UI で使えそうなマテリアル作ってみた。実際に作ってみましょう。順にテクスチャのインポート。テクスチャをコンテンツブラウザにインポートします。今回は3つインポートします。サイトからダウンロードしてきたテクスチャと3本線と星型のテクスチャをインポートします。UI で使用するマテリアルの作成。途中まで同じなので UI テンプレートマテリアルを作成します。右クリック、マテリアル、名前を MUI マテリアルにします。ファイルを開きます。結果ノードを選択します。詳細パネル、マテリアルドメインをユーザーインターフェースにします。詳細パネル、ブレンドモードをトランスルーセントにします。最終カラーを伸ばしながら3キーを押します。3成分ベクターノードが配置されます。イジェット側で色をつけるようにするので、すべて 1.0 にして白色にします。コンテンツブラウザよりテクスチャをドラッグします。テクスチャサンプルノードが配置されます。RGB ピンをオパシティピンにつなぎます。もしフリーサイトでダウンロードしてきたテクスチャを使用する場合、色がついているのでアルファピンをオパシティにつなぎます。ここまでが共通ですので保存します。1、拡縮マテリアルの作成。スケーリングマテリアル。大きくなったり小さくなったりするマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル、MUI マテリアルを複製します。名前を M スケーリングにします。ファイルを開きます。結果ノードのスクリーン1ピンを使って大きくしたり小さくしたりします。ワールドポジションノードを配置します。ワールドポジションノードはワールド空間の現在のピクセル位置を出力します。XY ピンにアドノードをつなぎます。アドノードの出力ピンを結果ノードのスクリーン1ピンにつなぎます。タイムノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。スカラーパラメータが配置されます。名前をスピードにします。値を 1.0 にします。サインノードをつなぎます。サインとはマイナス1から1の間を反復している波形のグラフです。制限波のことですね。このノードで反復を表現します。揺れの中心をテクスチャの中心にします。テクスチャコーディネートノードを配置します。サブトラクトノードをつなぎます。0.5 を記入して中心を 0.5 ずらします。サインノードの後ろにマルチプライノードをつなぎます。B ピンにサブトラクトノードをつなぎます。振幅の大きさを50倍にします。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。スカラーパラメータが配置されます。名前をスケールにします。値を50にします。アドノードの B ピンにつなぎます。中心で拡縮するようになりましたね。保存して閉じます。2、スライドマテリアルの作成。スライドマテリアル。左右にスライドするマテリアルを作成します。拡縮マテリアル。M スケーリングを複製します。名前を M スライドにします。ファイルを開きます。テクスチャコーディネートノードとサブトラクトノード、そしてマルチプライノードを削除します。代わりにメイクフロートにノードをつなぎます。横スライドの時は X ピン、縦スライドの時は Y ピンにつなぎます。今回は横スライドにするので X ピンにつなぎます。スケールのマルチプライノードにつなぎます。横にスライドするマテリアルが作れましたね。保存して閉じます。3、振動マテリアルの作成。バイブレイティングマテリアル。縦横に振動するマテリアルを作成します。スライドマテリアル。M スライドを複製します。名前を M バイブレイティングにします。ファイルを開きます。スピードの名前をスピード X にします。値を3にします。スケールを 10.0 にします。マルチプライノードとサインノードを複製します。A ピンにタイムノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。名前をスピード Y にします。値を5にします。サインノードをメイクフロートにノードの Y ピンにつなぎます。縦横に振動するようになりましたね。
保存して閉じます。4、回転マテリアルの作成。ローテイティングマテリアル。回転するマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル。MUI マテリアルを複製します。名前を M ローテイティングにします。ファイルを開きます。カスタムローターノードを配置します。カスタムローターノードをテクスチャサンプルノードの UVS につなぎます。カスタムローターノードでテクスチャを回転させることができます。ローテーションセンターで回転させる中心位置を指定できます。ローテーションアングルで回転角度を指定できます。0から1で指定します。テクスチャコーディネートノードを配置します。UVS につなぎます。タイムノードを配置します。ローテーションアングルにつなぎます。回転しましたね。端に白い模様が漏れ移っていますので、修正します。対象のテクスチャを開きます。詳細パネル、テクスチャ、詳細設定、タイリングメソッド、ラップからクランプに変更します。X 軸と Y 軸ともクランプに両方変更します。保存します。マテリアルに戻ると、端に漏れ移っていた白い模様がなくなりましたね。今、左回転なので右回転にします。1マイナスノードをつなぎます。右回転になりましたね。回転スピードを変更します。タイムにマルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばして S キーを押します。スカラーパラメータノードが配置されます。名前をスピードにします。値を 0.5 にします。ゆっくり回転するようになりましたね。保存して閉じます。5、交互回転マテリアルの作成。オルタネイトローテイティングマテリアル。交互に回転するマテリアルを作成します。回転マテリアル M ローテイティングを複製します。名前を M オルタネイトローテイティングにします。ファイルを開きます。スピードを 0.1 にします。1マイナスノードを切断します。間にノードを追加します。サインノードをつなぎます。メイクフロートにノードをつなぎます。X ピンにつなぎます。ローテーションアングルにつなぎます。交互に回転するようになりましたね。保存して閉じます。6、シャッターマテリアルの作成。シャッターマテリアル。シャッターを閉じるようなマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル。MUI マテリアルを複製します。名前を M シャッターにします。ファイルを開きます。バリューステップノードを配置します。バリューステップノードは、既存のテクスチャチャンネルまたはグラディエントを受け取り、ユーザーからの入力に基づいて純粋な白黒画像を出力します。結果は、グラディエントのどの部分が入力値に匹敵するかを示すマスクとなります。説明が難しいですね。とりあえず、ノードを組んでみましょう。テクスチャコーディネートノードを配置します。コンポーネントマスクノードをつなぎます。G チャンネルにします。グラジエントピンにつなぎます。タイムノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。スカラーパラメータが配置されます。名前をスピードにします。値を 0.5 にします。マスクオフセットバリューピンにつなぎます。ナンバービフォーホワイトリザルトピンを右クリックしてパラメータへ昇格します。値を 1.0 にします。ノードプレビューを開始するとこんな感じになります。ノードプレビューを停止します。マルチプライノードを配置します。A ピンにバリューステップノードをつなぎます。B ピンにテクスチャサンプルノードをつなぎます。結果ノードのオパシティピンにつなぎます。保存して閉じます。7、拡散マテリアルの作成。ディフュージョンマテリアル。外側に広がっていくマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル。MUI マテリアルを複製します。名前を M ディフュージョンサークルにします。ファイルを開きます。テクスチャサンプルノードを選択します。テクスチャを変更します。3本線のテクスチャにします。ベクター2ラジアルバリューノードを配置します。リニアディスタンスピンで中心から拡散するような表現を作ることができます。タイムノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。名前をスピードにします。値を 1.0 にします。アテンドベクターノードを配置します。
A ピンにベクター2ラジアルバリューノードのリニアディスタンスピンをつなぎます。B ピンにタイムノードのマルチプライノードをつなぎます。アペンドベクターノードをテクスチャサンプルノードの UV スにつなぎます。中心から拡散するようになりましたね。保存して閉じます。8、回転ブラインドマテリアルの作成。ローテイティングブラインドマテリアル。回転しながらマスクするマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル、MUI マテリアルを複製します。名前を M ローテイティングブラインドにします。ファイルを開きます。ベクター2ラジアルバリューノードを配置します。ベクターコンバーティド2アングルピンで角度に基づいた表現を作ることができます。テクスチャコーディネートノードをベクター 4UV スにつなぎます。右クリックしてノードプレビューを開始します。開始地点が左上になっているので 0.5 引いて中央にします。サブトラクトノードをつなぎます。値を 0.5 にします。画像を4分の1ずらして上から始まるようにします。カスタムローターノードをつなぎます。ローテーションアングルを伸ばして1キーを押します。1成分ベクターノードが配置されます。値を 0.25 にします。ちょうど真上になりましたね。ノードプレビューを停止します。if ノードをつなぎます。B ピンにスカラーパラメータをつなぎます。値を 0.5 にします。0から 1.0 の間に収まるようにします。A 大なり B の時は 0.0 を返すようにします。A イコール B と A 小なり B の時は 1.0 を返すようにします。マルチプライノードをつなぎます。テクスチャサンプルノードをつなぎます。オパシティにつなぎます。パラメータの値を変えれば回転するようになります。パラメータを削除します。タイムノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。名前をスピードにします。値を 0.1 にします。サインノードをつなぎます。if ノードの B ピンをつなぎます。回転しながらマスクするマテリアルができましたね。保存して閉じます。9、円形ブラインドマテリアルの作成。サーキュラーブラインドマテリアル。円形にマスクするマテリアルを作成します。回転ブラインドマテリアル。M ローテイティングブラインドを複製します。名前を M サーキュラーブラインドにします。ファイルを開きます。ベクター 4UV スにつながっているノードを削除します。リニアディスタンスピンに差し替えます。スピードを 0.5 にします。円形にマスクするマテリアルができましたね。保存して閉じます。10、円形ブラインドグラデーションマテリアルの作成。サーキュラーブラインドグラデーションマテリアル。グラデーションしながら円形にマスクするマテリアルを作成します。UI テンプレートマテリアル。MUI マテリアルを複製します。名前を M サーキュラーブラインドグラデーションにします。ファイルを開きます。ラジアルグラジエントエクスポネンシャルノードを配置します。マルチプライノードを配置します。ラジアルグラジエントエクスポネンシャルノードをマルチプライノードにつなぎます。テクスチャサンプルノードをマルチプライノードにつなぎます。マルチプライノードをオパシティにつなぎます。ラジアルグラジエントエクスポネンシャルノードは中心から外側にグラデーションをかけてくれます。ラディウスピンで円の半径を指定します。タイムノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。B ピンを伸ばしながら S キーを押します。名前をスピードにします。値を 0.5 にします。サインノードをつなぎます。クランプノードをつなぎます。0.0 から 1.0 にします。ラディウスピンにつなぎます。グラデーションしながら円形にマスクしましたね。保存して閉じます。設定ファイル。これで UI 演出の幅が増えそうですね。UI アニメーションのメリットは、ストレス軽減と達成感の演出。UI アニメーションはユーザーストレスの軽減や、
達成感を高める効果があります。ロード画面のアニメーションは待ち時間を楽しみながら過ごせるようにしてストレスを軽減しています。ゲームクリア時の派手な演出はプレイヤーに満足感を与えます。視線誘導と操作性の向上。 UI アニメーションはユーザーの視線を誘導し次のアクションを促すのに役立ちます。ボタンの拡縮や移動アニメーションはユーザーを次のボタンに誘導します。世界観の一部としての演出。ゲーム UI は世界観を作り込む重要な要素です。UI アニメーションを世界観に合わせて設計すればユーザーはゲームの世界に自然に入り込むことができます。だそうです。はい、それでは今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。